皆さんこんにちは。自力整形チャンネルのれいかです。今回は発売してもすぐに完売してしまうと言われているこのフェイスポインター、小顔になった、ほうれい線がなくなった、たるみがなくなったっていうね、魔法のような効果を言う方も多いんですが、本当に効果あるのとか、摩擦大丈夫なの、シミにならないの、筋肉伸びないのなんていう不安に思うこともありますよね。ということで、今日はこのフェイスポインターのメリット、デメリットを見ていって、本当に価値のあるものかどうか検証していきたいと思います。興味のある方はぜひ最後まで見ていってください。今このフェイスポインターがめちゃくちゃいろんなところでフェイスポインターっていう名前でね、売られているものが多いので、本当のフェイスポインターってどれなのっていう風にね、思われる方も多いと思います。ちゃんと顔が変わる圧に調整したりとか、この太さになっているフェイスポインター。これを作っているのはコアフィットというブランドです。美容医療とか再生医療、皮膚科、理学療法士、彫刻家のような、そういった様々なジャンルの専門医によるチームを組んで、解剖学的に、生理学的に、ちゃんとお顔が変わる方法として、このフェイスポインターっていうのを開発してきたんですよ。今すごくね、このフェイスポインターが売れているので、いろんなね、真似してるのがね、出てくるんですけど、もう全然ね、こだわりが最初から違うんです。インフルエンサーさんとか芸能人さんとかね、モデルさんなんかもアップされてるのを見たことあると思うんですけど、こういった方々が使ってるのって必ずこのコアフィットのフェイスポインターなんですよ。やっぱりそのお顔への安全性も含めて、専門の先生方が研究を重ねてきた結果のこのお顔が変わる効果、ここがね、大きいと思います。発売からもう7年も経ってるんですけど、2024年にはね、楽天ランキングで美顔器だけではなくって総合ランキングでね、1位を取るほどの大人気商品になって品切れがね、相次いでるということなんですよね。この謎の棒、フェイスポインター、何がそんなにいいのって気になりますよね。その理由は、やっぱりちゃんと顔が変わるから、そして簡単、この2つがあると思います。実際にどのくらいお顔が変わるかというと、このお写真ちょっと見てみてください。この方は左上のスタートラインから2週間ごとに撮影をしていって、最後は3ヶ月目のね、お写真になってます。めちゃくちゃ変わってますよね。このお顔を変えていく過程でメインで使用しているのがこのフェイスポインター。さらに後半の2ヶ月目ぐらいからは筋トレもプラスしてやっています。これだけ変わっていってるのもすごいんですが、たった3ヶ月で正しく自分のお顔の悩みの原因を取り除いていくと、これだけ美容医療なしで自分で変えられるんですよ。このフェイスポインターを徹底的に使いまくっても、お顔がたるんだり、皮膚が伸びたり、シミになったりしてないですよね。むしろお顔がツヤツヤになって綺麗になってるのもね、わかると思います。これだけお顔が変わるフェイスポインター、このバネと棒で一体何やってるのって思われると思います。で、このフェイスポインターがやってることは、ズバリ筋膜リリースなんですよ。私たちのお肌は筋肉、脂肪、皮膚っていう風に3層構造に大きく分かれていて、一番土台にあるのがやっぱり筋肉なんですね。その土台になっている筋肉が弱るとお顔がたるむっていうのは結構皆さん知っていて、なのでね、あいうえおとか口角上げみたいな、そのお顔のエクササイズをね、やられる方も多いと思います。実際に顔ヨガとかフェイスエクササイズっていうのは大事で、やっぱり筋力がないとお顔ってたるむんですよ。なので私たちがやっているその3ヶ月でお顔を変えるプログラムの中でも、やっぱ後半はしっかりと筋トレしていきます。でも逆にシワになっちゃったり効果が出ない方っていうのは、そのエクササイズをする前にやるべきことができてない。それが筋膜リリースなんですよ。実は筋肉っていうのは一塊でボンってあるのではなくって、細い筋繊維の寄せ集まりで筋肉になってるんですよ。で、その筋繊維を寄せ集めて塊にしてくれてるのが筋膜なんです。コラーゲン主体の薄い膜なんですが、その筋膜が何かしらの理由で硬くなっちゃうと、この中に入っている筋肉も伸び縮みができなくなって動きが悪くなってきちゃう。それがコリとか癒着って言われるものなんですね。これは体だけではなくってお顔も全部一緒なんです。スポーツであれば筋肉がそれで動きにくくなるとパフォーマンスが下がってしまうし、お顔であれば動ける範囲が減ってしまうので、せっかく頬の筋肉を鍛えようとしていてもあんまり動けなくって効果が半減しちゃう。プラスして筋肉っていうのは一つの筋肉が動かなくても他の筋肉が手助けをしてくれてるんですね。なのでここが動けないなと思うと今度違うところが動こうとしてしまって間違った動きを覚えてしまう。そうすることによって顔のエクササイズとか顔ヨガをやってほうれい線が深くなった、たるんでしまったってこともね起こってしまうんですよ。私たちのお顔っていうのは正しく大きく使えていればそんなにたるんだりとか動きが悪くなることってないんですよ。じゃあ正しく動かすためにはどうすればいいのっていうと、それが筋膜リリースなんですよ。
この筋肉を覆っている筋膜のこの張り付きとか硬さを取ってあげて、動かしにくかった筋肉を正しく動かせるようにしてあげる。そうすると筋肉にも弾力が戻って、自然と正しい位置に戻って、お顔も上がってきます。その上でフェイスエクササイズとかをすると、さらに効果的なんですね。それにいち早く気づいた方が使っているのが、このフェイスポインターというわけなんですよ。これはお顔を変える期待できそうですね。もう一つ疑問があると思います。筋膜リリースをするんだったら、この筋肉全体を覆っている膜、これを一気に剥がして柔らかくした方がいいんじゃないのと。そうすると、なんでこんな細い棒になってるの？もっと広範囲にできるようなもののがいいんじゃないのって思うかもしれません。で、実際に筋膜リリース機として、ちょっとね、丸い感じのこの電動のね、機械とかもありますよね。ただ、それとこのフェイスポインターとは目的が違うんですよ。このフェイスポインターっていうのは、なんでこの形になってるかっていうと、お顔の筋肉に使うということ、そして安全性と効果、この3つを両立させると、この形にね、なってしまうんですよね。筋膜リリースってとても効果的な方法なんですけど、実際いろんなやり方があって、間違えたやり方をしてしまうと、お顔にとっては筋肉を痛めてしまったり、そして最悪の場合たるんでしまうっていうことにもね、なるんですよ。それを安全安心に早く効果的にアプローチしていくためには、筋肉のつなぎ目とつなぎ目、ここがね、大事なんですよ。筋肉っていうのは必ずどこかとどこかにくっついてるんですよね。始まりがあって終わりがあるんです。それが例えば腕とか足とかみたいな体の筋肉だと、こういう関節と関節、こういうところにくっついていて、そこのつなぎ目、ここが硬くなってると、ここの全体の筋肉の動きが悪くなるんですよ。なので、この筋膜リリースをするときなんかは、ここのつなぎ目の部分、ここをね、しっかりとほぐしてあげる、その治療科の先生が多いと思います。お顔も一緒で、お顔もどこかとどこかに必ず筋肉っていうのはついてるんですね。なので、闇雲にあちこちほぐすというよりも、そのくっついているポイントとポイント、後筋だったらこことここなんですけど、ここをしっかりと癒着を取ってあげるだけで、この中の筋肉も柔らかくなってくれるんですよ。なので、お顔に触れる範囲は最小限に、そして効果的に筋膜リリースをしてくれる。摩擦なくやってくれる。そういう意味で、このフェイスポインターっていうのはすごく有効です。実際にこのフェイスポインター、めちゃくちゃ効果的で人気があるので、最初に話したようにいろんなまがいものもね、出てきてしまってるんですけど、元祖フェイスポインターはね、とにかくこだわりがね、すごいんですよ。まず一つ目に、とにかく顔を変えたいと、そのために開発しているので、その顔を変えるために必要な圧とかこのロッドの太さ、それを何百回もエコーを取って実験をして、そして最適な圧とこの太さになってるんですよ。この圧っていうのは実際に医療現場でリハビリなどで、ね、治療をしている理学療法士の先生の手の圧、それを再現する形でこの圧を調整してるんですよ。二つ目に、オールメイドインジャパンのめちゃくちゃ精巧な作りをね、してるんですよ。例えばこのバネが入っているところ、ここね、髪の毛も一本も入らないぐらい 0.1 ミリのね、細さでね、この隙間があるんですけど、なんでこれだけこだわってるかっていうと、バネがゆるゆるで、ブレてしまっていたら、せっかくかかっていた圧もかかりにくくなっちゃうんですよね。なので、誰でも簡単に効果が出せるように、もう 0.1 ミリの単位で精巧に作って、みんなが正しく押せるようにしてくれてるということとか、あとこのバネ、ずっと使ってると折れちゃったりしないのって思うかもしれないんですけど、これ私7年以上使ってるんですけど、バネね、1回も折れたことないんですね。それはただのバネじゃなくって、もう何万回も使うことを想定して、強度とそして折れない形っていうのを工夫して自社開発したね、特別なバネを使ってるんですよ。なのでね、どれだけ使ってもね、折れないし、強度も変わらないっていうね、すごいバネなんです。なのでね、もう永遠に使っても大丈夫っていうぐらいバネの強度はね、高く作ってるので、ぜひたくさん使ってください。さらにこの形とかね、この色の質感とかもすごい綺麗なんですけど、こういうのも全部ね、日本で作っていて、特にね、色なんかはメガネで有名なサバエですね。サバエの工場で一本一本丁寧にね、塗ってくれてるんですよ。それだけ愛情込めて作られてるのがこのフェイスポインターなんですよ。こだわって作ってるのは分かったけど、デメリットもあるんじゃないのって思われる方も多いと思います。なので今度はフェイスポインターのメリットとデメリットをお伝えしていきます。まず最初に知りたいデメリットからなんですが、もうとにかくこれは価格が高い。これにつきますね。このただの電気も通ってないバネと棒で23,800円。これはちょっと高いんじゃないのって思われる方も結構いると思います。
でも今までお話ししてきた通り、やっぱりそのお顔を徹底的に変えていくっていう目的で、しっかりと研究開発して作られているっていうこと。そしてオールメイドインジャパンで耐久性も含めて緻密に計算されて作っていること。その2つを考えると23,800円でも確かにそのぐらいするかなというふうにはね、思われると思います。実際に手に取って見てみると、すごくね、丁寧に作られていて、すごく綺麗でね、手触りも良くって、ちゃんとしたものなんだなっていうのはね、感じていただけると思います。なので一度使っていただけばやっぱり顔も変わるし、買ってよかったなって思われる方めちゃくちゃ多いと思います。二つ目のデメリットなんですけど、使うには多少の知識は必要になってくる。これはね、あるんですよね。さっき言ったようにこのフェイスポインターっていうのはお顔のトリガーポイント。例えば抗菌で言えばこことここ。こういったところを押すために作られているんですよね。なので、そういったトリガーポイントをしっかりと知らないと、適当に押してしまって、何個押してるんだけど変わらないな、みたいなことに、ね、なってきちゃうんですよ。じゃあそういった知識どうやって身につければいいの？何にも知らないんだけどっていう方もね、安心してください。私も含めてこういったフェイスポインターの使い方を教えている人っていうのがね、たくさんいて、誰かしらが毎日ね、インスタライブとかで使い方を教えてくれてます。あとですね、公式でも皆さんにお顔を変えていただきたいので、そういったところはしっかりと力を入れていて、例えば購入するとこういったフェイスポインターの使い方ブックっていうのもね、ついてきます。この本ね、めちゃくちゃ丁寧に教えてくれていて、例えばこういう感じでね、こういうお悩みの方にはこういうとこを押すといいですよ。こういう感じで押すんですよっていうのもね、この大きな写真付きでね、教えてくれてるので、初心者の方にもね、安心してフェイスポインター使っていただけます。で、3つ目のデメリットとしては、人によってはね、30分ぐらいね、跡が残っちゃうってことなんですよ。で、その跡っていうのは、あざとかシミのようなね、跡ではないので、安心していただきたいんですけど、イメージとしては、こう、枕とかね、机とかに寝ていて、こう、跡がついちゃったみたいな、そういう感じのね、跡なんですよ。だから、そのむくみとかやっぱり凝りがあると、そういった跡ってつきやすいですよね。それと一緒で、やっぱりフェイスポインターのこうやって押しているので、やっぱそういうむくみやすい人とか、凝ってる人っていうのは、跡が残りやすい。逆に言うと、そのむくみとか凝りがなくなってくると、あともね、5分ぐらいで消えてきちゃうので、全然大丈夫です。4つ目のデメリットとしては、人とかね、やっぱ場所によってはね、痛いんです、これが。例えば普通に指でこの耳の下とか触ってみたり、あと抗菌こうやって触ってみても痛い方っていると思うんですよ。それをやっぱりね、このバネで押すことによって指以上にしっかりと奥までね、圧がかかってくれるので、やっぱりね、多少痛いなって感じることはね、あると思います。その痛みの度合いっていうのはやっぱり場所とか人によっても全然違うんですけど、人によっては本当にね、もう押せないぐらい痛いっていう方もいるんですね。でもそれってそれだけ凝ってたり詰まってたりするので、その痛みがなくなってくると、もっとお顔変わってくるんですよ。フェイスポインターも無理にね、痛いのを押す必要はなくって、一番はね、痛気持ちいいぐらいの力加減でやってもらえれば OK なんです。なので、押して痛い方っていうのはもうね、普通にこう当ててくるくるとこうほぐすぐらい、こういうところからね、始めていただいても全然大丈夫なので、安心して使ってください。次はメリットに行きたいと思います。メリットの一つ目はもうとにかくね、手軽で簡単、いつでもできる。それにつきますね。やっぱりこんなにちっちゃくて電気もいらないので、もうカバンにさえ入れておけばいつでもどこでもね、ケアができるんですよ。なので私も家の中でやるのはもちろん、例えば駅のホームで電車を待っている間とか、あとはね、カフェでちょっとね、手持ち無沙汰だななんていう時なんかにね、ちょこちょこと取り出してね、やってます。外で使える美顔器って今までないですよね。で、美顔器ってほとんどの方がね、使わなくなっちゃって、そして顔が変わらないってことが多いんですよ。なのでね、もういかに使ってもらえるかってことをね、考え尽くした結果、こういう形になってるんですよ。なのでね、ぜひね、たくさん持ち歩いていただいて、いつでもどこでもポスポスね、してください。二つ目にですね、やっぱその場で効果が出るからね、やる気が続くんですよ。そして使い続けられる。これがね、メリットだと思いますね。やっぱりこうやって押していくと、その場ですぐに顔が変わっていくんですよね。うわ、変わったっていうこの感動を体験したらもっともっとやりたくなってきちゃう。自己流にこうやって押してるだけでもある程度顔は変わってくるんですけど、お客様でもやっぱり楽しくてついつい使っちゃうとか、こんなに使い続けてる美顔器ないですとか、もう手放せないですとか、もうどんどんお顔のこと知っていくのが楽しくてしょうがないみたいなね、声をすごいもらってるんですよ。こういう風にね、使い続けられるっていうのもこのフェイスポインターのメリットですね。で、3つ目に根本的なお悩み解決になるんです。で、このフェイスポインターを使っていくとどんどんお顔が変わっていって、たるみにくいお顔になっていくんですよ。お悩みの原因っていうのは、実は今までの自分たちのお顔の動かし方とか生活習慣の結果なんですよ。だか
からこそ美容医療とかエステとかで人に頼って一時的に綺麗にしてもらったとしても、やっぱりそのお顔の動かし方とか、この肩とか首のこり、頭のこりみたいなこの生活習慣、そういうのが改善されない限り、また元に戻っちゃうんですよね。そういう元に戻ってしまうお悩みの一番の原因っていうのが筋膜の癒着なんですよ。なので筋膜リリースができる美顔器、これを選ぶことが大事で、そのために作ったのがこのフェイスポインターなんですよね。4つ目のメリットとしては、もうメーカーのサポートがね、神です。ここが本当にすごいところで、美顔器っていうのはいろんなところでね、販売されてますけど、ほとんどのメーカーが、やっぱりこの販売するところまでが自分たちの仕事みたいなところが多いんですよ。なので、どう使おうが、使いこなせなかろうが、間違った使い方しようが知りませんっていうところがね、ほとんどだったと思うんですけど、フェイスポインターを作っているコアフィットはね、違うんですよ。パソコンだとね、Apple のサポートが神って言われてますけども、美顔器だったら確実にコアフィットが神ですね。もうとにかくね、コアフィットは皆さんに顔を変えて欲しくてしょうがないんですよ。なのでね、それをするためであれば何でもするっていう感じで、さっきお話ししたようなこういうブックもそうだし、あとは公式で使い方動画の配信をしてくれたり、ズームレッスンなんかも無料でやってくれてたりします。定期的に2週間チャレンジとかもね、やってるので、本当にね、いろんなタイミングがあって、楽しくね、飽きずに続けられると思います。それでポインターを使っていって、さらにもっとお顔をしっかりと変えていきたいなとか、自分自身でお顔を変える知識が欲しいなと思ったら、私がやっているこのアトリエにもね、来ていただければ、マンツーマンでね、レッスンをさせていただきますので、ぜひ来てみてください。概要欄にね、予約リンクを貼っておきますので、そこからチェックしてみてください。5つ目のメリットとしては、このフェイスポインターね、検索をすると壊れやすいとかね、いろいろ出てくるんですけど、実はね、それも皆さんのお声を聞いて改良をして、今販売しているフェイスポインターはもう本当に壊れません。このまでは先ほどね、全然壊れませんっていう話をしたんですけど、唯一壊れやすいポイントがあって、それがね、この金属とつながっているこのネジの境目、ここがね、壊れやすいポイントだったんです。だけどこれもね、今皆さんのお声を聞いて改良して、もうね、全然壊れなくなりました。なので、もうある意味無敵の壊れにくさになってるんですけど、なので安心してください。で、万が一壊れちゃったよっていう場合も、無料で1年間ね、修理対応してくれるので、そこもね、安心して使っていただけるポイントだと思います。最後のメリットとしては、実はこのフェイスポインター、お肌にもね、いいんですよ。なんでフェイスポインターがお肌って思われるかもしれないんですけど、ほとんどの方がまずこうフェイスポインターでポツポツ始めるとポカポカしてくるんですよね。筋肉が動きやすくなったり、リンパの詰まりが取れて血流が良くなってくる。で、血流が良くなることによってお肌の栄養っていうのはやっぱり血液がね、一番なので、でもお肌にもしっかりと栄養が行き渡ってお肌がね、元気になってくる。そういう方がね、すごい多いです。なので、ただフェイスポインター使ってるだけなのに、なんか乾燥しなくなったとか、毛穴がなくなったとか、シミがなくなってきた。そういう方もね、いらっしゃるんですよ。ということで、今日はフェイスポインターのメリット、デメリットについてね、お話をしてきて、結局ね、このフェイスポインター買うべきかどうかっていうね、ことを結論付けていきたいんですが、もうね、絶対にね、一人一本は持っててほしい美顔器です。これがないのに、例えば一生懸命こうイオン導入でお肌のケアをしようが、この筋トレみたいなね、機械で頑張ろうが、意味がないんですよね。この筋肉の可動域、土台が柔らかくて動きやすい状態にしてあげる。それが一番なので、やっぱりまず一番最初にやるべきは筋膜リリース、このフェイスポインターを使うことです。なのでね、この機会にフェイスポインター使ってみたいなっていう方はね、ぜひ概要欄のオンラインショップから見てみてください。実はフェイスポインターね、人気すぎるのと、あとコアフィットがもう本当に顔を変えたすぎて、実は今2モデルあります。このね、モデルの話もね、またどっかでしようと思うんですけど、初心者からもプロの方まで使ってもらえるこのフェイスポインターグラビティっていうバージョンと、あとはザ・フェイスポインターっていう2つのパターンがあるんですよ。グラビティの方がバネがね、2本ついてます。で、このザ・フェイスポインターの方は1本になってます。お顔にしっかりとアプローチして、より筋膜リリースができるように進化したこのバネがついてるんですけど、プラスしてグラビティには体にも使ってもらえるぐらい圧が強いバネが1個ついてます。それによって顔の中だけじゃなくって、こういった首とかあと肩とかね、こういったところまでこのグラビティ1本でね、できるようになったので、それがめちゃくちゃ大きな進化です。もう一つがこのトリプルロットの方が違うんですが、この3本の方ですね、3本の方でこうちょっとね、範囲が広いところとかを押したりとかね、できるんですけど、このトリプルロットが今までは3つまとめて動いてたんですね。1つのバネで3つまとめて動いてたんですけど、こっちのグラビティの方は実はね、これ、
一本一本バネがついていて、こうやって独立駆動するんですよ。なので、よりしっかりと、この顔のね、凸凹が大きい細かいところでもしっかりとグリップをしてくれて、そして逃さないようになったので、より筋肉のグリップ力が強くなって、そしてほぐしやすくなった。これがね、大きな変化です。なので、バネが2本あったり、この独立駆動になってる分、このグラビティの方がね、15,000円ぐらい高いんですけど、予算に余裕があるんだったら、このグラビティが一番おすすめです。初心者で、まずはフェイスポインターから始めてみたいなって方は、このザ・フェイスポインターの方ですね。ぜひ使ってみてください。概要欄にオンラインショップがありますので、ぜひチェックしてみてください。購入する際はこちらのクーポンコードを使っていただくと、さらにお得に購入できますので、必ず使ってくださいね。このチャンネルでは、加齢悩みに対する解決策を発信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録して、次回の動画もお待ちください。ではまた。